ちゃん、大好きな煮干しだよ。はい、ババンババンバンバアビバンバビバババンババンバンバアビバババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンアビバナナ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分くらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライフを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節と煮干しを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが三毛猫のたまちゃんだけか。あと画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。なんだよ、クータ煮干し、クータしか食べないのに、クータが食べなかったら、絶対食べないじゃんかな。でもね、諦めて朝までこれ放置しとくとね、いつの間にかね、なくなってね、ちゃんとな、クータが頑張って煮干しチャレンジしてくれてるみたいでな。かわいらしいな。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティースクだ。いなくなった。たけしジャスティース。今日は塩入りのお湯。熱いよ。
今日もあれかな、コメントが見れないパターンかな。今日もコメントが見れないパターンっていうことでいいかな。カニタさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねえ、何しようか。ねえ、もう大きいマグカップ、ホーローのマグカップ使うようになってからさ、やっぱりあれ、1カップで今まで飲んでたカップの2杯分ぐらいありそうな感じなんだよね。だからそれで、コーヒーを2杯飲んでしまうと、今まで朝ね、飲んでたコーヒー4杯分ぐらいになっちゃうのかなっていう感じでさ、あっという間にね、お湯なくなんだよね。足りなくて、また夕飯時に沸かしたのでね、まだ熱いお湯で、ね、今日も塩入りのお湯でございますよ。よしさん、じゃあ、していいっす。それはなまってるんだろうか、何なんだろうか。カニタンさん、わらわらね、面白いよな。で、あと何の話しようかね。今日は動画の編集を頑張ってやっておりましたが、そっか、今日は晴れてたんだっけ、一応な。多少、すごいカンカンに晴れてるってわけじゃないけど、まあね、晴れたり曇ったりみたいな感じで、まあ晴れみたいな感じだったけどさ、なんか一週間ずっとね、あんまり天気よろしくないみたいだったからさ、まあ洗濯するなら今日のうちよね、ってことで。ただまあそんなにね、しっかり晴れてるわけじゃなくて、なんで急に来るのね、みんな映ってないけどね。たまちゃんもね、来たもんね。急に今来るからさ、もしかしてなんかいると思ってさ、ちょっとヒヤッとするよね。ヒヤッとするよね、みんなして急に来るからさ。ね、違ったよ、カリカリだったよな、よかったな。で、そっか、今日は晴れなので、でもまあすごい晴れてるわけじゃないから、まあいつも通りね、洗わなきゃいけないものはとりあえず洗っとこうみたいなね、明日以降もしかしたら洗えなくなるかもしれないからみたいな感じで、で、洗濯して、で、今日はそのガーデニングっていうの、ベランダのね、野菜もさ、この前、きゅうりの苗買ってきちゃったじゃんか。で、きゅうりの苗とりあえず買ってきちゃったけど、割引になってたからっつってさ。ただ、植えるとこないというか、植木鉢ないというか、まあ、それでどうしようかなと思って、で、100均に行って、植木鉢買ってくるか、どうしようかな、なんて思ったんだけど、めんどくさくてさ、とにかく。とにかくめんどくさくてね。だから買い物行くにしても晴れが今日しかないということは今日言っといた方がいいんだろうけど、まあとにかく動画の編集しなきゃあれだしみたいな感じのがあるとさ、なかなか買い物するのがめんどくさいんでさ、いや、もういいやと思ってね。もうあんまりうち物が育たないのでさ、で、今、豆苗を植えたプランターがあるわけよね。再生した豆苗を今度は土に植えてね。で、去年はさ、この、丸々1個っていうのシート1個っていうのそれをさ、プランターにドーンって植えて、で、そんな育たなかったんだよね。こんなに豆あるにもかかわらず、まとめて埋めたらダメなんだ、これ、と思ってさ。で、今年はそれをさ、6等分っていうのにして、で、ちょっとさ、ばらけさして、で、植えたんだよね。で、これでうまくいくだろうと思いきやね、全然去年と一緒なんだよと思って。ね、失敗を踏まえてさ、改良したはずなのにさ、何にも変わってなくて、っていう感じで。で、まあ、多少去年の方のがまださ、土に栄養があったのかなんのか知らないけどさ、なんか去年の方のがまだ良かった気がするよって感じでさ、花がちゃんと咲いたら、実がね、でき始めるみたいな。で、花が次々と咲いて、まあ一応実ができ始めるみたいな感じなんで、まあそこそこね、同時に収穫することが
できたかなって感じなんだけど、まあちょこっとだけどね、10個ぐらいみたいな感じだけどさ、今年はなんか全然花咲かないし、花咲いてもその後実できないしみたいな感じで、もうこれダメだな。これダメだなと思って。ただまあ、マメ科の植物は、ね、栄養分、植物に必要な窒素分を取り込んで、で、土にね、蓄えておくってことができるらしいんだよね。だからプランターの片隅に、豆苗を植えとくといいよとかって言ってる人がいて、確かになと思って、収穫目的じゃなくて、そういうつもりでね、豆苗を植えとけばいいかもと思ってさ、今年はさ、いろんな鉢にさ、豆苗さ、3つずつぐらいさ、植えといたんだけど、だから他の鉢からも一応ちょこっとさ、ちゃんと順調に育ったやつがさ、伸びてきてたりとかするんだけどさ、みんななんか同じぐらいな感じなわけよね。なんか最近ようやく花が咲き始めたんだけど、なんか実ができてないかな、みたいな感じで。で、今年はね、やたらとアブラムシね。アブラムシがすっごいことになってて、でもまあ、なんかいいやと思って。なんか気持ち悪い芋虫とか、ね、葉っぱやたら食われるとかっていうことでない限りは、なんかもういいやと思って、自然に任せようと思って、もう自然に任せようと思ってね、もう病気と戦ったり、雑草と戦ったりとかするのやめようと思って、もう全部放置しようと思ってね。ただまあ、水はあげないと、ね、どうも枯れてきそうな感じがするんで、適度にな。まあ、水やりはするけど、もうそれ以外は放置でいいやと思って。まあ、そんな、豆苗を植えたけれどもね、なんかあんまり順調に育ってない豆苗のところ。で、やたら去年のさ、シソのこぼれ種がね、なんか発芽してて順調に育っちゃってんだけど、だからもうそれを一生懸命収穫して食べてるみたいな感じなんだけどさ。で、シソが植わってはいるんだけど、まあ、こんだけは植わってっからもういいよねっていう感じでさ。もうシソはあるけど、まあいいやと思ってさ、その豆苗のね、プランターの、端っこと端っこにね、今日は、買ってきてしまったきゅうりの苗をドーンドーンと、適当に埋めて、適当に埋めてっていうことをね、今日はしたかな。で、買い物行ったか、そういえばね。そう今日はさ、昨日の続きっていうの昨日夜ね、なんかビタミン B1 が足りなかったっぽくってさ、冷ややっこ食べたくなったよっていう現象が起きたんだけどさ、まあそれと同じで今日の朝もなんかね、倦怠感というか力が入んない感じっていうのなんか手が震えてきそうな感じっていうのね、またなってたんで、で、備蓄でね、なんだっけ、高野豆腐があるわけよ。で、高野豆腐今日は食べたいかもしれないと思って、じゃあそれ作るかと思ってさ、ただそれに添付されてる汁がさ、やたら甘いんだよね。で、まあ、その甘い高野豆腐が食べたいときはね、すごくうまいんだけどさ、甘いもの求めてないときにはね、すっげえ甘いんだよね。で、もうなんか久々に作るからどんな甘さだったっけと思ってさ、ちょっと一旦汁を飲んでみたんだけど、やっぱ甘えと思ってね、この甘さに合う野菜ってなんだろうなっていうふうに思って、で、えのきだなって思ったわけよ。で、えのきと玉ねぎだなと思って、で、じゃあ、えのきと玉ねぎ買ってくっかと思ってさ、今日スーパー行って、そうそう。で、今日のさ、質問な、セルフレジ使ってますかっていう質問なんだけどさ、なんかね、いつの間にかね、店の中が改装というか、なんだ、模様替えっていうのかな。そういえばやってたなと思って。いろんなものがね、場所が変わったりとかしてたよなとは思ってたんだけどさ。
あ、これのためだったのかと思ったんだけど、なんかいつの間にかセルフレジが導入されてたわけよね。で、あれと思って、あ、そういうことと思ってさ。でね、友人のレジのところに人がさ、列作ってるわけよね。で、セルフレジは誰も使ってないわけ。で、あ、そうなんだと思ってさ。で、ね、私はイオンペイで、あの、買い物してるからさ。ね、いつも、友人のところでもイオンペイでっていう感じだったんだけどさ、もう全然、誰も、セルフレジ使ってないから、なんかそれはそれでかわいそうにな。せっかく、せっかくね、導入したにもかかわらず、誰も使わねえかい、みたいな感じでね、ここ数日、昨日、今日か。昨日、今日はね、そのセルフレジをね、使って、買い物しましたよっていう感じ。だから多分そのイオンペイ使ってる人がほぼいないんだろうね。で、まあ近所だからね、ほぼ毎日のように利用してたからっていうのもあると思うんだけどさ、なんか顔を覚えられてる感じだったんだよね。顔を覚えられてる感じだったんだけど、もう店員さんと関わることは今後ないので、顔忘れられるかしら、みたいなね。そんな感じ。だからね、大体いろんなものでみんなさ、支払うんだけど、ただイオンペイで支払う人っていなくて、なんか他の決済方法で大概みんななんか、決済してるなっていうのは見てたんだよね。イオンペイで払ってる人はあまり今まで見たことなくて。だから店員さんはね、やっぱりイオンペイを使ってる人が多いみたいなんだよね。で、私がそのイオンペイで支払うとき、なんか時々ルーレットがあったりとかさ、なんかあるんだよね。で、キャンペーンの時があって、で、店員さんが、この前私、1等とは言えなかったか、2等だったかな。なんかいくら当たったよとかってなんか言われて、とか、私は1ポイントしか当たったことないのになんだよ、みたいなね。なんかそんな感じで、イオンペイ使ってると店員さんから時々なんかね、言われるんだよ。クーポンセットしましたとかさ、なんか言われたりとかしてたんだけど、あ、もうそういう会話もきっと今後、ないんだわ。ないんだわなんてね、ちょっと思ってみたりとか、した感じでございます。はい、終わり。今日の私の話は終わりかな。あ、そうそう。で、猫もあんのかな。まあでも飼い猫だから、まあないと思うんだけど、野良の犬とか猫とかは、寄生虫っていうの寄生虫が必ずいるもんなのかね、何なのかわかんないけどさ、衝撃的だったんだけど、このライブ始まる前にさ、なんか話のネタないかなと思ってさ、YouTube にアクセスしたらさ、ショート動画にさ、野良犬に、寄生虫の、違う、虫下しの薬を飲ませた結果、みたいなね、衝撃的な、映像があって、何これ何これと思ってさ、まあ、そのグロいやつだけどね、クリックしてみてさ、で、そんなことになってんのと思って。ね、なんか寄生虫がね、どうたらこうたらって話は確かに聞いたことなくはないけどさ、必ずいるもんなのかなと思って、どうしてこんなことになるんだろうと思ってさ、自然界で見ることはそうそうないっていうかさ、あんまり普通に生活してる時に寄生虫にさ、なんだ、出くわすっていうことはないけど、だからお腹の中で育つからっていうことだと思うんだけどさ、いや、なんかさ、すげえ大量というか、その、肛門から出てくるのがさ、
なんか便はないわけよね。すべてその寄生虫でさ、まあなんか綺麗にまっすぐね、出てくるもんなんだなと思ってさ。いやとかって思って。でね、最初はその犬が踏ん張ってて普通にうんこみたいにさ、して寄生虫を出してるんだけど、で、後半はさ、人間が引っ張り出してくれてるわけよね。だけどさ、それがさ、いや、どんだけ長いのどんだけ長いのっていうのさ、いくら引っ張っても全然終わらないわけよね。だから動画の方が先に終わっちゃってさ、最後まで見届けることができなくて、ええと思って、何、寄生虫ってそんなすごいのと思ってさ、で、その虫下しのその薬っていうのもさ、いや、どういう薬なんだろうと思ってさ、これ出てくるようになるって、どういう薬なのなあ、それ研究して開発した人、すげえなと思ってさ。で、まあ、その虫出てきたらおそらく多分、ね、外では生活できないんだろうから、それでね、亡くなるんだろうけれどもさ、ねえ、なんだ、普通になんだ、菌みたいな感じでいるのかね。で、口から入って、で、体の中で成長して、で、ずっと、あれか、その個体がなくなるまでずっと体の中で生きるのかね。いやいやで、まあ人間でも確かいたよね。そういう細長い、虫なんだっけ、ダイエットのためかなんかにさ、飼ってて。ただね、ある時、もう肛門から出てきちゃって、おさらばで残念っていう人がいたけどな、なんかね、適度に飼ってる分には逆に調子がいいっていうのでさ、ね、いや、出てきた時はいや、いや、恐ろしいことにならんかいってね。思うんだけどな。はい、じゃあ話が続かないので、タロットカードタイムでやります。はい、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ヨッシーさん、寄生虫は動物だけでなく、人間にも、食べ物から入るそうです。今、私の今は亡き母が、読めないな。子供の頃かな。子供の頃、薬で殺したそうですね。だからさ、蟯虫検査とかあったじゃん。でも、蟯虫は大きさがなんか1センチぐらいらしいよな。で、あれなんで駆除しようとしてるかって言ったら、その肛門のあたりに卵を産みつけるから、それが卵を産むときになんかかゆいんで、で、夜寝てる時に見つけるから、睡眠不足になるから、だからまあ子供の勉強の妨げになるからっていう理由で、蟯虫は駆除するみたいだけどさ、その寄生虫な、寄生虫はさ、どうやってわかんのかなって思ってな。すごいいろんなことがね、謎、いろんなことが謎だなと思ってさ、ね、何かしらのきっかけでわかるんだろうね。まあ、でもそう考えると生野菜を食べると、なんかそれについてるから、それで体に入って、
で、体の中で成長して、で、ある時やっぱりね、肛門から出てきて、で、ギャーってなるみたいな話は聞いたことある気がしたけどな。じゃあ、飼ってる間は特になんか、辛いみたいなことはないのかね。カニタンさん、幼虫検査のシール、ってあったね。あったよね。そう、だからあれ、なんでかなと思ったわけよ。で、私一回引っかかったというか、なんかちょうどね、肛門の皮膚がね、生え変わる生え変わるってちょっと違うな。なんだ、抜け変わる時期だったみたいでさ、シールペってくっつけたらさ、そのあたりの皮が全部、取れちゃって、で、母親にその時やってもらってたんだけどさ、皮ついちゃったみたいな感じでね。まあでもこれは卵ではないのは明らかにね、わかるから別に大丈夫でしょみたいな感じで、で、まあ、ついちゃったのがしょうがないし、みたいな感じでさ。で、ね、出したときに、案の定って感じでね、再検査になって、あれもう再検査になったら最悪よね。もう本当、いじめられっ子だっちゅうのにさ、もういじめの対象になっちゃうもんね、あれね。再検査になるとな、もうすでにいじめられっ子だったから、これ以上いじめられようもないから、私の場合はな、まあ、失うもん何にもなかったからいいけどさ、あれな、再検査になると最悪よねっていう感じね。まあ結局何もなくてよかったよねっていうことではあるんだけどさ。よしさん、母は胃痛がひどく、学校も行けないほどだった。病院に行くって何回目の診断で、胃の表面かなを食い漁る、寄生虫の存在が分かったそうです。いや、そっか、苦しいんだな。それは嫌だよね。ねえ、だから寄生虫もさ、いろいろ種類いんのかと思って、ね、そういう虫いるとそうやってさ、中をさ、ね、そういう食い漁るとかっていうのがあるから危険だからっていうね、話ならわかるけどさ、研究者の人、ね、飼ってる方のが健康だからっていう理由で飲んだ人はさ、だからその虫はそうやって、中の、組織を食い荒らすっていう種類ではないから多分飲み込んだんだと思うんだよね。だから種類が違うのかね。そりゃ辛いよな。大地さん、藤子さん、皆様こんばんは。はい、LINE でリアストップありがとうございます。本日もしぶとくやっておりますよ。ヨッシーさん、胃の中に食べ物があるときは、食べ物を食べるが、なくなると胃の、内面を食べて、胃痛が発生する。いや、もうそれ、ほんとやだ。それ、ほんとやだよ。そうで、その動画見た後の、コメント欄かな。コメント欄、あ、そっか、コメント欄見れるってことは、ショート動画ではなかったのか、短い動画だったんだな。短い動画でコメントがね、あって、それを見たら、みんな知らないと思うけど、豚の屠殺をすると、豚の腸の中にこれたくさんいるよって書いてる人いてね。だからもうね、そのぐらいみんな知らないと思うけど、すごく身近な虫だよ、これ。ね。とりあえず今日はパスタにしようっつって。すげえパスタっぽいんだよ、それがさ。ね、動くパスタみたいな感じなのよね。とりあえず今日はみんなパスタにしようっつって。もうあれ見たら二度とパスタ食べたいと思わなくなりそうでね、いい感じだけどな。よしさん、読んだんだっけ
いつが発生する。カニタンさん、パスタが怖い。そうそうそう。みんな今日はパスタにしよう。もうほんとパスタっぽいんだもん。牛さん、藤子さんの猫は生物。魚やネズミは食べてないことから、寄生虫は心配ないかもですかな。そうそうそう。だから、飼い猫、飼い犬の場合は、おそらく寄生虫の心配はまあないことの方が多いと思うんだよね。ただ、野良の猫とか犬はね、寄生虫いるからっていう話じゃん。いや、こんなのいたらかわいそうだよねってね、思ったよね。そうで、それでさ、胃の中で思い出したけどさ、今日もう一個他の動画を見てさ、なんか最近短い動画が出てくるんで、なんかちょうどいいわと思ってさ、サクッと見れるわと思って、で、見たんだけど、それがね、食物繊維1リットル ?2 リットル ?2 リットルだったかなの、食物繊維を、全部食べた、全部飲んだ、学生が、どうなったみたいな感じの動画だったんだよ。どうなったんだろうと思ってさ。どうなったんだろうと思ってみたらさ、まあ最悪だよね。もう、いや、もう絶対余計なことせんと思って。いや、もう自分の自己治癒力に頼るわ。もう薬とかね。もうそういう変なものの世話には絶対ならんって思ったんだけどさ。それがその食物繊維を食べた学生、飲んだ学生ね。がなんか便秘気味だったらしいんだよね。で、自分は、オートミールとかそういう感じのものを、アメリカ人なんで、そういうの食べてたけど、ただ他の国の、人に比べるとアメリカ人は、その食物繊維の摂取量がすごく少ないらしいんだよね。で、そのオートミールだけじゃ全然足りないっていうので、じゃあね、その食物繊維の、なんだろう、サプリというか、水に溶かして飲むやつね、を、取った方がいいかもっていうので、それをね、取り始めたらしいんだよね。で、取り始めたんだけれども、それがなんかちょっとゼリー状みたいな感じになるんで、で、少ない水で溶いて、ジャム状にして、で、まあ、パンに挟んで食べたりとか、あとはそのままゼリーみたいにして食べたりとか、なんかそういう取り方をして、で、結局2リットル分の食物繊維をなんか体の中に入れたらしいんだよね。で、しかもさ、そのパンに挟むのがさ、ジャムの代わりにならまあわかるんだけどさ、プラスピーナッツバターなんだよね。ピーナッツバターとオレンジのジャムを合わせようと思ったこと今までなかったな。それうまいんかなと思って。なんかちょっと気になっちゃったよね。ピーナッツバターにオレンジジャムか、その発想なかったなと思って、ちょっとやってみたい。ちょっとそれ食べてみたいなとは思ったんだけど、まあとにかくそれの場合は食物繊維でね。で、全部、体の中に入って、で、なんか、胃の中が熱いっつったかな、なんかお腹が熱いとかっていうので、で、水を飲んで、で、流そうとしたのかな。だけど、水で流れなかったのかなんだかわかんないけど、とにかく首の下からなんかもうね、暑いみたいな、なんかそういう感じで、で、もう、激痛だったかなんだかで、とにかく結局最終的には病院に駆け込んだんだよね。で、病院に駆け込んで、で、何があったんだと聞いたら、まあその食物繊維をね、ジャムみたいに、ゼリーみたいにして、
食べたよと。で、その後水飲んだよと。ね、それで医者が、閉塞を起こしているねっていうのでね、緊急手術だっていうことで、ただまあ、ものがゼリー状のものなんでね、回復手術はしないで、なんていうんだっけ、なんか棒突っ込んでやるやつ。語彙力、棒突っ込んでやるやつな。それで、まあ、取り出して、とりあえずはね、一命を取り留めたよっていうことらしいんだけど、いや、もう二度とその食物繊維をね、水に溶かさないで食べるっていうことは、もうしないって心に誓ったらしいけどさ。まあね、腸閉塞ってかなりきついらしいじゃんか。それをわざわざ自分で起こしたみたいなことになったわけよね。いや、いや、もう絶対余計なことせんと思ってさ。もう別に便秘でもいいや。もうほんと余計なことせんって、それ見て思いました。というわけで、LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。ダイヤルから出た。また逆位置だけど、今日は、あれだ。皇帝じゃないか。法王か。法王のカードかな。皇帝は確か一人ぼっちなんだよね。だから仲間がいるから、法王かな。で、そう、なんか思い出したぞ。なんか思い出した。忘れて思い出した。ちょっと他に見たのが、LGBT じゃないんだけど、要は、生殖器が、なんかね、いろんなことになってる。いろんなことになってる人の、動画を見たよ、今日ね。感じ。これなんだっけ。で出てくるかな。タロット。どうだ合ってるか。合ってた。法の正位置はモラル、逆位置なら偽善的になってるかもしれません。法は正しい道を行く道徳心を表すカードです。描かれている法は神と人を結ぶ、神聖な人物で信頼できる指導者、神の啓示をそのまま伝える助教校に対して法は啓示をもとに適切なアドバイスをして人々に寄り添う人物です。困った時に話を聞いてくれるお寺の住職さんのような存在とも言えます。また、5にナンバーを持つタロットである方は、人々が集うことを喜び、共により良い方向へと変化していくというメッセージも含んでいます。いい話やないかな。法に書かれたシンボルの解釈、右手、不正は許さない、心からの反省は受け入れる、シンプルな椅子、誠意、謙虚さ、二人の修道士、深い信仰心、純粋な尊敬、赤い台座、努力が実る、逆位置な、キーワード不道徳、モラルの崖から落ちれば一気に谷底まで、真っ逆さまになりかねないことを心得て、はい。逆位置の意味は、
正しい道から外れて間違ったことをしてしまう。判断力や思考力が低くなっている。はい。キーワード。偽善、悪用、ずるい、不信、浅はか。配信行為、視野が狭い、誤解がある、心が狭くなっている。はい。悩み別読み解き例、恋愛、チープな駆け引き、快楽に溺れる、仕事、サボる、責任を果たさない。はい。対人、信用を失う、約束を守らない、決断、法を守っていない可能性、キャラクターに当てはめて読み解く逆位置。保守的で融通が利かず自分の考えを押し付ける。自己中心的で嘘つき。紛らわしい話、疑わしい話ばかりで不信感がある。はい。申し訳ございません。タロット深読み。法はカトリック教会において最高位の聖職者で、教廷とも呼ばれます。法のカードには三位一体を象徴する三重冠やイエスが初代教皇に授けた王国の鍵など、キリスト教にまつわる絵柄が多く書かれています。そうなんか。まとめ。心の駆け込み寺を表すカード。法は、逆位置なら仕切り直すべきことがたくさんある、ことを表すカードでした。法はあくまでも正しい道へと私たちを導こうとしています。正位置の場合は、自分がこうするべきと感じていることを信じましょう。一方で逆位置の場合は、一度自分自身に喝を入れてみてください。嫌です。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、なんかもう一回ちょっと、なんか見直そうかみたいな感じのカードだったんでしょうかね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。たぬこさん、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。で、まあ、なんだっけ、生殖器がいろんなことになってる人の話するもうあと話のネタがないんだよね。まあ、それは、そういうのがあるっていうのはさ、昔、テレ東のドラマ、テレ東のね、ドラマね、すげえ面白いのがね、いっぱいあったというか、ずっと面白いのばっかりやったんだよね。で、テレ東のドラマ好きで見てたんだけど、まあ、それの一つにね、あったんだよね。男勝りの、男勝りっていうか、男だと思ってたのかな、自分のこと。男だと思ってたんだけど、だんだん成長するにつれ、ね、だから、もともとはスポーツ、ね、サッカー選手かなんかになろうかなぐらいな感じの男の子だったんだけども、成長するにつれて体力とかがね、ダメで、で、ね、調べてみたら自分は女だったっていうことが、なんか、わかるみたいな。で、もう一人は、自分は女の子として育てられたんだけれども、ペニスがあると。なんか、で、お互い自分が思っている性とは逆のね、体の、特徴があって、悩んでるみたいな、そんな葛藤のドラマをさ、なんか見ててさ、あ、そういうのがあるんだなっていうのをその時にまあ知ったんだけど、まあそれもさ、いろんな種類があって、で、今日見たやつはさ、あのドラマじゃないんだけど、なんか、アベマ TV かなんかで前にやってたやつなのかな。なんかそれがおすすめに上がってきて、で、それをさ、見てみたんだけど、まあ見た目は確かに女性に見えるし、まあね、男性と言われれば、まあ見えなくもないけれども、
けれども、まあでもパッと見、何も考えずに見てればね、まあ女性かなっていう感じの人だったんだけど、まあその人がやっぱりね、あの、16歳ぐらいの時に生理が来ないっていうので、で、ね、病院に行って調べてみたら、染色体が男性だったんだよね。だからお腹の中をエコーかなんかで見たら、っていうのでね、ここに子宮と卵巣があるはずなんだけど、ないねっていう話で、まあ、本人はそこまでだったのかな、その時に知らされたことはね。で、親が、その先生に呼ばれて、で、まあ、説明されて、みたいな感じだったみたいなんだよね。で、自分が知ってる事実はそこまでで、それからまあ、治療みたいのが始まるんだけどさ、へえと思って、なんか薬を飲み続けることになるらしいんだよね。何の薬なんだろうって思ったんだよね。ただ染色体がね、自分が思ってたのと違ったっていうだけでさ、薬を飲んでどうするんだろうってすげえ、疑問だったんだけど、まあ、なんだっけ、ホルモン剤かなんかを飲み続けることになる。要は女性として生きるんであれば、女性ホルモンを飲み続けるみたいな、なんかそういうことみたいなんだよね。ただ本人は、その何の薬とは聞かされずに、ただ飲んでるだけみたいな感じ。ただまあ薬の名前はわかるんでね、まあ調べれば、まあホルモンの薬なんだなっていうことは、まあわかるんだけど、なんかまあ何のために飲んでるのかっていうことはわからず飲み続けてるみたいな、そういうことだったらしいんだよね。で、まあ染色体がまあ男性で、お腹の中に子宮と卵巣がないと。で、精巣があったんだって。お腹の中に精巣があって、で、それを取り出さなきゃならないので、で、まあ、それから2年後ぐらいに、手術だけして、で、本人は、何の手術かってあんまり説明されてないっていうのなんかの手術みたいな。なんか、詳しく説明されずに手術を受けたらしいんだよね。ただまあ自分の中でなんか大切なものを失ったみたいな感覚があって、で、なんか自分は人間として何なんだろうみたいな、そんな気になったらしいんだよね。いや、まあね、昔だとそうかなってね、今だったらさ、多様性の時代だからね、そんな別に、ごめんなさい、気にしないで、もうね、生きていけなくもなさそうな感じはするけど、昔だとまあそうかもしれないよねっていうので、まあね、彼氏ができてもほら、自分は子供が産めない体なんだっていうことが分かってるからね、なんかあんまり結婚っていう風にもなれないしっていうので、まあその辺は私も分かるっていうのは、自分がどうしても子供は欲しくない人間だったからさ、絶対子供欲しくなかったんで、ただまあ人生の経験として、結婚っていうのは経験してみたいなとは思ってたんだけど、ただ自分が子供絶対欲しくなかったんでね、なんかその辺がちょっと同じだな、みたいな感じでさ。でね、相手の人に申し訳ないっていうので、なんかあんまり人と付き合うこともできないし、みたいな、そんな感じの葛藤を抱えてる人でね。で、そう、だからその卵巣を、やっぱり取り出さなきゃいけないもんなんだね、なんて思って。なんか今までずっとそれでね、平気で生きてきてたんだからさ、なんか別に大丈夫だったりとかしないのかなって思うんだけど、まあ、今は、絶対取り出すっていうことではなくて、経過観察っていうのを、ずっとずっとね、癌化してないか、癌化する可能性があるんだって。だから本来だったら、精巣っていうのは、体の外にあってね、温度が何度以下だったっけでないと、正常なものではないから、それ以上あったかい状態になっちゃうと、癌化するらしいんだよね。
それでお腹の中にあるものは取り出さなきゃならないらしいんだけれども、今はまあ取り出すっていうわけではなく、経過観察して、がん化してないかっていうのをチェックしてっていうのでね、なんか対応したりとかするらしいんだけど、やっぱりお腹の中にあるのはあまりよろしくない状態なのかと思ってさ。ね、なんか今まで平気だったんだから、なんかもう余計なことせんでよくねとかって思っちゃうんだけどな。そこはダメなんだな、みたいなね、いい感じだったな。なんかね、いろいろとあるよな。いろいろとあるよな。みんな頑張って生きてるな。偉いよ。偉いよな。あとは全然話変わるけど、まあ、やっぱり健康系っていうのかな。さっき話のネタなんかないかしらと思って YouTube 見てるときに、なんか短い動画だったらちょうどいいと思って見てたのが、避けるべき食品、最も避けるべき食品ベスト3みたいな感じのがあったんで、それちょうどいいかもと思って見たんだよね。で、まあ、避けるべき食品はいろいろとあると思うけど、最も避けるべきベスト3なんだろうなと思って、で、見たのよ。で、それで1位からやってたっけか一番避けるべきが乳製品だったかな。一番避けるべきが乳製品。で、次が、肉とか魚の、加工品。加工された肉とか魚ね、ソーセージとか、そういうもの。で、まあ、第3位だったかな。どっちだったか忘れたけどさ、順番がどっちだったか忘れちゃったんだけど、が、まあ、甘い飲み物ね。甘い飲み物な。まあ、最近、昔に比べたらだいぶ飲まなくなったっていうのかな。昔は甘いものしか飲み物っつったら飲まなかったからね。私がさ、喉乾かない人なのよ。まあ、今でもそうなんだけど、今はなんだ、お腹が空いたから飲むみたいな、喉が渇いたから飲むっていうことがほぼなくって、口寂しいから飲むとか、なんかほっとしたいから飲むとか、なんかお腹空いたから紛らわすために飲むとか、そういう感じなんでさ、あんま喉乾かないんだよね。で、子供の時はそのさ、喉乾かないのをいいことにさ、全然水飲まないもんでさ、しょっちゅうしょっちゅう脱水症状で病院に運ばれてたわけよね。で、脱水症状です。水飲ましてくださいって、まあよく言われて。でね、ジュースでもいいからお母さん、飲ませてやってくれって言われて。で、うちジュースなかったんだけど、それからさ、冷蔵庫の中にジュースがね、登場するようになって、そっからだね、甘いものを飲む生活になったの。で、コーラが好きだったわけよね。コーラ好きだったんだけど、ただ子供の時はさ、あんまりコーラは飲ませてもらえなかったわけよね。まあ、オレンジジュースとか、ポカリスエットでもいいからとか言われたんでさ、ポカリスエットを飲んだりとかね、してたんだけど、で、大人になってからね、自分でさ、買い物できるようになるじゃんか。で、そうなってからもうコーラね。私の水分摂取はコーラっていう感じでね。で、昔はさ、コーヒーにもさ、砂糖とミルク入れてたわけ。なので、コーヒーを飲めば砂糖とミルクだし、で、ほぼ大体水分といえばコーラだし、で、コーラがない時だったらオレンジジュースとかなんかジュースだよね。だからなんだろう、味がついてない飲み物飲むなんて、もったいないっていうのかな。水もジュースも同じ値段で売られてるから、お水にお金払うのはなんかね、損な気がして、で、味がついてる飲み物っつったら、まあ甘いものになるわけよね。だから昔はもう本当よくさ、
そう考えると甘いものをだいぶ取ってたんでね。だからまあ今私が虫歯なのはそれのせいだっていうのがまあわかるんだけどさ。ねえ、今更もう取り戻せないっていう感じでね。もうしょうがないのかって感じだけど。だからその時に比べたらだいぶ糖分は取らなくなったけど、ゼロじゃないからさ。ゼロじゃないからね。今日もね、なんかほっとしたいみたいな感じで、ココアに蜂蜜入れて飲んだからな。今日も甘いものは飲んだな、みたいな感じでね。なかなかちょっとゼロにはなってないところがね。昔と比べれば確かに減ったっちゃ減ったけど、飲んでないわけじゃないからなっていうところがね、修行がまだまだ足りませんよっていうね、いいお話でございました。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間あるときはお付き合いいただけると嬉しいです。たまちゃんにめっちゃ見られてるね。クータどこから出てくるよ。なんか最近そこの裏を行ったり来たりするのにハマってるみたいなクータさ。で、その先にリンゴベッドがあるよね。で、カーテンの裏でね、リンゴベッドのベッドとかって、さっき響きがいて多分なくなな。クータの響きを聞くと、なんだか安心するよっていうわけで、猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、ゆっくり瞬きしてね、猫の動画をね、たくさん見ていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。